Certes, le bourdonnement des machines-outils est là pour me rappeler que je suis dans une usine. J'y retrouve en sérénité les divers postes de travail. Oui, tel un héritage, les femmes et les hommes qui y aussi ont bien l'attitude de l'artisan. Je retrouve la chaîne humaine responsable qui, avec concentration, gestuelle précise et regard avisé, façonne les outils. Chacun son rôle dans ses compétences, que ce soit au niveau du montage, de l'ajustage des mitres, du ponçage de la lame, et que sais-je. La considération de l'objet est totale, si bien que je peux dire que chaque outil est un bijou, avec une forte identité. やっぱり自分たちのコースを作り上げるのにこれだけの包丁がいるんだよと、そのスケッチが出てきたりですね、試作品を作っていく中でですね、握り心地であったりとか、サイズの部分であったりとか、重心の位置なんかも、機能的なこだわりみたいなところもだんだん分かってきて、当然道具なのでよく切れること、使いやすいこと、特に自分の料理が美しく仕上がることっていうのを目指してるんだろうなっていうのは分かってたんですが、後半はですね、やっぱりその道具とはいえ美しくないとダメなんだよと、ハンドルの部分の木絵、合板のですね磨き方、ツヤツヤではなくてちょっとマットな感じに仕上げてほしいであったりですとか、金属の表面の光沢感であったりとか、コーティング、黒色でもちょっと色を指定されるというかですね、道具だけど美しくあってほしいと。物に対するこだわりっていうのはですね、我々毎回ですね、いろいろミシェルさん、それからセバスチャンさんと打ち合わせするたびにですね、神は細部に宿るっていう言葉がありますけども、どんな刃物をいろんな製品を作るについてもそういう細部についてきちんとこだわってものづくりをされると。製品のですね、開発者がですね、言葉は悪いですけどへきへきとするぐらいですね、いろいろこだわられるので、そういったですね、いいものを作るためにどこをやっていくのかということをですね、真剣に考えておられるという姿勢をですね、毎回お話をするたびに感じるということです。ブラスさんの包丁に採用している鋼材としては3層鋼なんですけど、真ん中の刃に関しましては包丁なので当然コードが入って切れ味が長続きする。単にいい刃がつくだけではなくて、研ぎ直しなんかもですね、ちょっとやりやすくと、外側にある程度柔軟性を持たせながら側面からの圧力に曲がったままで戻らないということにならないようにですね、ちょうどいい硬さ、材料で挟み込んでサンドイッチしまして、3層鋼の材料にしています。いわゆる昔からでいう日本刀のですね、よく切れて折れにくい、欠けにくいというようなところにちょっと近いような、そういった材料になっているかと思います。当然そのブラスさんの、いろんな思いが詰まったこの、包丁というところが、我々製品として作り始めましたけど、当時はまだまだ大和剣工場におけるその生産のレベルというのもまだまだ十分ではなかったところがですね、これやはりこのブラスさんのこの商品が生産ラインに加わることによって、他の商品も含めて全体的に底上げされたと。この大和剣工場全体がですね、今より高付加価値な高品質なこの包丁を作る工場へと今進化をしているということもありまして、それが今回久しぶりにブラスさんが大和剣工場を訪問いただいて、実際にその現場を見ていただくことによって、おそらくその20年前とのその比較の中において大きな違いというのを感じられたというのがあるんじゃないかなと思います。ブラスさんの商品になりますと、機械化というよりはですね、やっぱりまだ人の力、しかもそれはちょっと上手なんですね、卓越した人の技術みたいなものが必要だなっていうのを感じるようになってきまして、うちの工場ってそれ苦手だよなっていうのが肌感で分かっていて、ちょっと残業になるような時間にですね、みんなで必死に作って失敗して繰り返しながらだんだんやれるようになっていって、苦労ばっかりでしたけど、一緒に苦労した人はですねまだいっぱいいますし、思い出話であの時大変だったよなってよく笑いながら話をするんですが、そういったことがですね、私の中の財産かなと思ってますし、会社にもいい方向に行ったんじゃないかなっていうふうにはちょっと感じています。